私の名前はななみ。年齢は28歳で読者モデルをやっています。読者モデルとしてはまだ新人の域を出ていませんが、最近では期待の若手モデルとして人気が上がりつつあります。同い年の旦那に和彦がいて、彼は音楽好きであるために平日は音楽会社の社員の仕事、土日はダンスクラブの DJ のアルバイトをしています。しかし、私は最近になってある一つの問題に悩まされていました。それは結婚してから続いている義母の俊恵さんの存在です。ある日、仕事から帰ってきて家事を始めようとした時、玄関のチャイムが鳴りました。インターホンのテレビカメラの映像を確認してみると、義母の顔が映っていて、あれ、お母さんだよ。とこぼしてしまいました。結婚してから義母は、まるで私に恨みでもあるかのように、私を貧乏な片親家庭と罵っては、これでもかとばかりに嫁いびりをしてきて、最近になってそれがどんどんエスカレートしている気が否めなくなってきています。だからこそ、義母が訪ねてきたことに私は出るかどうか迷いましたが、苦手であっても夫の母親だからこそ無下にはできないし、どうにか仲良くなれないものかという考えも少なからず抱いていましたので、仕方なく義母を迎え入れることにしたのです。遅いわよ、ななみさん。いるんだったら早く出てちょうだい。お母さん、どうして私がいるって分かったんですか？和彦に聞いたのよ。今日は午前中に仕事が終わるって。その義母の言葉に私は頭を抱えさせられ、なんで言っちゃうのかなぁと夫に対しての心の叫びを上げました。ななみさん、あなたそんな仕事で大丈夫なわけ？仕事は8時間残業してこそじゃない。いや、それは違うと思いますが、まあモデルの仕事は変則ですから、撮影内容によっては1日かかるものもありますし。モデルって言うけど、あなたどう見てもモデルに見えないけど、私の方がモデルになれるわよ。そう高笑う義母に私はイラつかされ、どこからその自信が湧くんだよと叫びそうになるのをぐっとこらえました。それで今日は一体何のご用なんですか？ちょっと手伝ってほしいことがあるの。今すぐ家に来てちょうだい。はあ？今からですか？それでしたら電話で言ってくれてもいいじゃないですか。ごちゃごちゃうるさいわね。とにかくあなたにはこれからうちの野菜の手入れを手伝ってもらいますからね。その言葉を聞いて、私の意識と体の両方が拒否反応を起こしてしまいました。義母は趣味として義実家で野菜を育てていますが、その畑がとにかく広くて手入れは時間もかかるのでした。さらに今の時期は6月で、まだ猛暑ではないといえ紫外線もある上に日中は暑いです。そして明日に撮影する雑誌は肌も見せての撮影がありますので、私は今の状態をキープしなければならないのでした。悪いですけど、私は明日大事な撮影があるんです。その前にこっちの家事もあるから、そんなに時間を使いたくないし、日焼けや虫刺されもしたくないんですよ。そんなの知ったこっちゃないわ。日焼け止めや虫よけで何とかしなさい。数十分ならまだしも、お母さんの家の畑は広いですし、1、2時間は下りません。さっきも言いましたように、こっちでもやらなければいけない家事がありますから。あんたみたいな底辺モデル、少し肌が焼けたり傷がついたりしたぐらい問題ないわよ。それに今加工とかいろいろあるんでしょ？まあそうなんですが、あさってではダメなんですか？ダメよ。野菜をダメにする気？あんた野菜のありがたみってやつをわからないの？いや、ですからそういうわけじゃ。それに嫁なんだから、嫁ぎ先に尽くすのは当たり前。姑であるこの私に歯向かうなんてありえないことよ。ああ、まったくわかりましたよ。行けばいいんでしょ。行けば準備しますから、ちょっと待っていてください。この日、私は義実家の畑での野菜の収穫に付き合わされる羽目になり、全身に日焼け止めと虫除けスプレーをかけるはもちろん、帽子にサングラス、長袖シャツに長ズボン、スニーカーという格好で対応しました。しかし畑はかなりの暑さで、サウナにいるような感じがすると言っても過言ではありません。さらに義母は家の縁側でくつろぎながら、縁側から私に向かって「休むな、早くしろ」と大声で指図してくる始末です。私は暑さと苛立ちを我慢しながら義母の言う通りに頑張ったのですが、義母から何一つ報酬はなく、もう帰っていいの一言だけでした。
そんな義母の我が物顔ぶりにイライラを抱えながら家に帰った私は、冷房がしっかり効いた自分の部屋のベッドの上に倒れ込みました。そんな中、仕事から帰ってきた夫が私の姿を見て、なんだおい、だらしねえな。と吐き捨ててきたのです。これにカチンときた私は、誰のせいでこんなだと思ってるわけ？和彦が余計なことを教えるからお母さんに手伝えって、無理やり引っ張られて体力使わされたんだよ。だからなんだよ。嫁なら嫁ぎ先の言うことに従うもんだ。そして俺の家の嫁なら畑の状態を日々考えて自分から向かうもんなんだよ。何それ？どこからどうなってそういう理屈ができるわけ？ごちゃごちゃ言うな。それより飯はどうした？それならメールしたよね。私作れる元気ないから和彦は何か買ってきてって。ああ？なんだそりゃ、見てねえよ。もうまったく。横柄極まりない夫のこの態度と言動に、私はさらに元気をそがれていきました。あのな、嫁なら疲れて帰ってきた旦那の飯は用意しておくもんだろう。お前以上に俺は疲れてんだ。だから和彦がお母さんに余計なことを教えたからだってば。もういいよ。こんなやりとりしてると気分悪くてますます辛くなる。私のおごりで出前頼むからそれでチャラにして。その日、私は出前で夫の夕食を頼んで自分の部屋に入りました。結婚してから1年、私はこのように義母だけでなく夫にも苦しめられています。結婚当時、夫とはとても仲が良かったのですが、いつからか夫はだんだん横柄になっていき、最近では私と一緒に雑誌に載っているモデル仲間を可愛いとか言い出す始末です。その一方で、義母も日に日に嫁いびりをエスカレートさせていくもので、私は本当に参っていました。次の日、私の所属する事務所の社長の母であるゆきほから、ななみ？どうしたのあなたその姿は。ちょっと焼けたんじゃない？ごめんなさい。かつて私と同じモデルをやっていた経験もある母は、プライベートでは温厚ですが、仕事では自他ともに厳しい性格となり、私が少しでも肌の手入れを怠ったり、間違った方法をとっていれば、厳しい声で怒ってくるのです。あれほど日焼けには気をつけろって言ったでしょ？あなたのその美白が人気と言っても過言じゃないのよ。それは、私もこれでも対策したんだけど、お母さんが畑仕事をしろってどうしても。あなたがお母さんに悩まされてるのは私も知ってるわ。それは確かに母親としてすごく心配だけれど、今はモデル事務所の社長として言わせてもらう。お母さん、知ってるならお願いだから。甘ったれるんじゃない。プロ意識が足りないのよ。もしあなたの見た目が大きく変わったら、契約に違反する場合だってあり得るのよ。申し訳ございません。この日の撮影は、その場に居合わせていた雑誌の編集長が、私の日焼けした部分を逆手に取った別の撮影を母に提案し、そして説得してくれたことで事なきを得ました。さらに、この撮影とそれを元にした特集記事が編集部側にも好評で、後日、雑誌の売り上げだけでなく知名度も上がったというこの展開は、私にとっては災い転じて福となすというものでした。しかし、その後も義母の嫁いびりと夫の横柄ぶりは変わらず、そればかりか夫が仕事の残業や友人との飲み会を理由にして、帰りを遅くする日を増やすようになりました。こんなありさまから、私の頭にそろそろ離婚という言葉がよぎり出してきたのです。そして数ヶ月経ったある日のこと、私は義母から、夏バテでだるいから家に来てと呼び出されました。私は本当は行きたくありませんでしたが、病人は放っておけないため、しぶしぶ義実家へ向かったのです。すると義母は寝込んでいるかと思いきや、冷房の効いた部屋でゴロゴロしていました。あらどうもななみさん。お母さん、どこが夏バテなんですか？元気じゃないですか。そう見えるだけよ。夏バテでだるくて何もやる気が起きないのよ。何もやる気が起きないって、それのどこが夏バテなんですか？そうよ、そういうやりとりもだるいわ。とにかくそこにうどんあるから作ってちょうだい。しょうがないからあなたも食べていいわよ。言えばこういう義母の横柄すぎる態度に呆れ果てて何も言えなくなった私ですが、仕方なしにうどんを作ることにしたのです。これじゃあただの家政婦、いやヘルパーじゃないか。私が胸の中で愚痴りながら調理を続けていた中、
なんと義母がいつの間にか私の背後にやってきていました。暑苦しいわね。は？その瞬間、耳の近くでジャキッと音が聞こえて、私は自分の後頭部が突然軽くなったという違和感を覚えました。おっといけない。手が滑ったわ。ちょっと？手が滑ったって、今何したんですか？暑苦しいから、その長い後ろ髪、切ってやったのよ。髪？私が頭の後ろを探ってみると、なんと、私の髪がいつの間にか、ざっくり切られていたのでした。そして鏡を見ると、後ろ髪が大雑把に切られていて、ややおかっぱ頭に近い髪型になっていたのです。さらに、義母を振り返ると、義母は左手に紙を持っていました。あまりにも突然すぎることで、状況を把握するのに時間がかかりましたが、どうやら義母は言葉通り、私の髪を切ったようでした。ちょっと、一体何してくれてるんですか？ありえないんですけど。いいじゃない。髪なんてまた生えるわ。それにこれはあれよ。あれ、髪を寄付するやつ。まさか、ヘアドネーションと言いたいのですか？私、そんなものに同意してませんから。一体どうしてくれるんですか？我慢できなくなった私が、怒りの大声を上げても、義母は右手に持ったハサミをくるくる回しながら、馬鹿にしたように笑ってきました。同意も何もいいじゃない。いつの時代でも髪のことで困ってる人がいるのよ。あんた健康的な髪なんだから助けないでどうするの。片親育ちの貧乏家庭なあんたの髪なんて大したことないんだから。いい加減にしてください。お母さんが私の家庭についてどうこう言うはもちろん、私の髪をどうこうできる権利なんてないですから。ヘアドネーション、小児がんや白血病などの病気、不慮の事故などで髪の毛を失った子どもたちのために寄付された髪の毛で医療用ウィッグを作っては無償で提供する活動。その活動は素晴らしいと思いますが、義母がそんなことを知っているとは思えないし、何より私に嫌がらせたい一心で口から出た出まかせに過ぎません。そして今回はそれ以前の問題です。人の髪を勝手に切るのは暴行罪、そして傷害罪に該当しますが、義母はそれも知らないようでした。だから私は、堪忍袋の尾を切らすとともに、一つの決意を固めたのです。お母さん、ちょっと写真を撮らせてもらっていいですかね。は？何よ急に。まあいいわ。私の言葉にいぶかしげになりながらも、義母は私から貸されたスマホで、髪を切られた私の写真を撮ってくれました。はいはい、どうも。うどんできたのでごゆっくりどうぞ。私は電話がありますので。義母からスマホを返してもらった私は別の部屋に行き、ひっそりと警察に相談をし、さらに母と夫にも連絡を取りました。そして数分後、到着した警察を私は家に入れて事情を説明しました。私から事情を聞いた警察は、のんきに居間でうどんを食べている義母のもとへと向かいました。竹本俊恵さんですね。警察です。はあ？警察？ちょっと警察がなんでこんなところに。顔から笑いを消し、戸惑い始める義母に、私がこう言ってやりました。私が呼んだんです。はあ？髪を切るなんて立派な暴行罪、そして傷害罪ですからね。嫁の髪が暑苦しく見えるから切っただけでしょうが、それの何が悪い？おやおや、ご丁寧にも自分から白状してくれるんですね。写真も撮っておいたんですけど、その意味も考えてませんでしたか？まさかさっきのは証拠を取らせたつもり？あれはヘアドネーションよ、ヘアドネーション。なんともその場しのぎで頭の悪い言い訳ですね。とにかく、さっきも言いましたが、そんなものに私は同意していません。言い訳とご託並べなら、どうぞ警察でごゆっくりやってください。ちょっと待ちなさいよ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。話せ！義母は見苦しくわめきながら抵抗しましたが、数人がかりで警官にパトカーに乗せられ、事情聴取のために警察署に強制連行されました。それからすぐ後、慌てて母がやってきたのです。ななみ、大丈夫？母さん、私なら大丈夫。でも、髪が。母も散々に私の売りだと言っていた私のセミロングヘア。この髪を魅力的に思ってくれて、モデルの依頼が入ることもありますから、私はこれで商売道具の一つを失ってしまいました。そうね。でも、
あなたが無事ならそれでいいし、これはモデル事務所の社長としての事情を優先させた私の責任でもあるわ。あの日、お母さんによって日焼けさせられた話を聞いた時に、あなたからの相談を聞いてあげていれば。母さん。心から申し訳なさそうに目を伏せ、うつむく母。その時、夫が慌てた様子で到着しました。おい、ななみ、こんな真っ昼間から警察呼んだってなんだよ。って、なんだそのおかっぱもどきの頭は。こんな時でも横柄で、そして能天気な夫の物言いに、母がさっと顔を上げ、私はまたカチンとさせられ、勢いよく夫を振り返って怒鳴りました。和彦のお母さんに勝手に切られたんだよ。なんだよ、そのくらいで警察呼んだのか？ふざけんなっての。ふざけてるのは、あなたとあなたのお母さんの方よ、和彦くん。私の怒りの抗議をバカにして笑って流そうとした夫の態度を見てか、母が割って入りました。ちょっと、お茶を入れてからそこに座りなさい。話があります。いきなりなんですお母さん。俺は忙しいんで。いいから黙ってお茶を入れなさい。おい、ななみ。あなたの実家でしょ？あなたが動きなさい。母の鋭い一喝に、夫はびっくりと体を震わせました。そして夫が無言でお茶を入れてきたところで、母はテーブルにつきました。私も本気で怒った母の迫力に気をされ、その場に立ち尽くしてしまいました。それから母は夫に向かいに座れと促し、夫が座ったところで静かに、しかし厳かに話を始めたのです。まず、ななみの髪のことだけれど、あなた、さっきそのぐらいでって笑ったわね。いや、そんなことは。もう一度聞くわ。笑ったわよね。はい、笑いました。さっきまでの横柄さはどこへ行ったのか、夫は蛇に睨まれたカエルのようにびくついていました。ななみにとって肌はもちろん髪も命よ。女性としてもモデルとしてもね。これでモデルの仕事が減るかもしれないし、今ある契約もいくつか頭を下げる必要が出てくるわ。ですので、慰謝料だけでなく弊社への損害賠償として1億円を請求させてもらいます。あなたにもあなたのお母様にもね。母のその言葉に夫はびっくり仰天して席を立ち上がりました。1億？ちょっと待ってください。そんなことされたら俺たちは。言い訳は無用です。お母様は髪を切ったことを大したことないって言ってたそうだから大丈夫なんじゃないかしら。1億円が大したことないなんて随分とお金持ちなのね。いや、だからそれはまあ正確にはわからないけれど、会社相手ですもの。ななみの市場価値と損害賠償、ななみへの慰謝料を計算すれば1億じゃ足りなくなるかもしれないわ。もしお母様が支払いできないなら、和彦くんが頑張って支払いをするのね。そんな無理ですよ。1億円だなんて。もっとも、その1億円も、さらに倍になってしまうかもしれないけどね。はあ？裏返った大声を出して、さらに驚く夫に、母はある週刊誌のページを突きつけました。そのページを見て、夫は真っ青になり、私も目を疑いました。母さん、これって。言わずもがなパパラッチ記事よ。次週に発売されるこの週刊誌の新刊に載るらしくてね。うちの事務所にも届いたわ。どこから漏れたのか知らないけど、ななみの夫ってこともバレてるわね。私が見たそのパパラッチ記事の写真は、とあるクラブで夫が一人の若い女性とイチャイチャしているものでした。そして私はこの女性に見覚えがありました。彼女はいつも夫が雑誌越しにかわいいかわいいとべた褒めしていた私のモデル仲間だったのです。この子ってうちのモデル仲間の瞳じゃないの？和彦、まさか瞳と浮気して。それは。言い訳無用。これが証拠だよ。ついでに今までのモラハラ行為も録音してあるから、しっかり慰謝料を払うだけ払ってもらうからね。仕方ないだろ。親父を亡くしてからおふくろはずっと一人暮らしだし、俺は仕事で忙しいし、何よりひとみちゃんが可愛いし、俺の DJ の腕前を熱心に褒めてくれるから。気が動転していたのか、意味不明な開き直りをしてきた夫に、母が大仰なため息をつきました。呆れたわね。そんな理由でお母様と一緒に
娘にここまでやりたい放題やっていたなんて。ななみ、当然離婚よね。うん。よかったわ。じゃあ和彦くん、浮気とモラハラの件の慰謝料もよろしく。詳しいことはうちの顧問弁護士を通させてもらうし、人目についても処分と慰謝料の支払いなどで後日の話し合いに同席してもらうわ。そんな。これ以上の言い訳や文句はそこでじっくりと聞いてあげる。では、ごきげんよう。その場で絶望に泣き崩れる夫を残して、私は母と共に義実家を後にし、そこで夫と住んでいるマンションにある私の荷物をまとめて実家へと帰りました。そして後日、私と母と顧問弁護士、夫と浮気相手の瞳を交えて話し合いの場が設けられました。私は当然、夫とは離婚。さらに、日々の夫の言葉や態度を録音したボイスレコーダーが決め手となって、相場よりも高めの慰謝料を夫、そして義母と瞳からもらうことができたのです。瞳は元夫とはただの遊びだった関係らしく、自分の慰謝料を払ってさっさと雲隠れ。一方の元夫は浮気のために仕事をすっぽかしていたことが会社とアルバイト先の両方にバレて懲戒解雇され、さらにその浮気相手にも逃げられたことですっかり荒れてしまい、義実家で酒に溺れ、元義母に毎日当たり散らしているそうです。元義母から一度助けてという電話が来ましたが、ブロックしてやりました。